第1章、使徒信仰の継承。即以前へのイングランド。16世紀、イングランド王国は嵐のただ中にあった。宗教改革の波がヨーロッパ全土を覆い、かつてのカトリックの権威は揺らいでいた。その激動の時代に生を受けた少女こそ、後の女王、エリザベス1世である。彼女の父は、ヘンリー8世。男児を望むあまり、教皇の許しなくして離婚し、新たにアン・ブーリンを王妃とした男である。この決断が、イングランドをローマ教会から断絶させ、国教会の誕生を導くこととなった。だが、愛の結末は悲劇だった。アン・ブーリンは、不貞の罪で処刑され、まだ3歳のエリザベスは、王の愛を失う。幼い彼女の人生は、すでに政治と信仰の渦に巻き込まれていたのだ。成長したエリザベスは知性と慎重さを武器に生き延びた。義母姉メアリーが即位すると、国は再びカトリックの支配へと戻る。メアリーはプロテスタントを弾圧し、その地で信仰の純粋を守ろうとした。やがてブラッディメアリーと呼ばれるその政策の中で、エリザベス自身も反逆の疑いをかけられ、ロンドン島に幽閉される。彼女はそこで死と隣り合わせの孤独を知った。だが運命は彼女を滅ぼさなかった。メアリーに後継者がいなかったことで、次の王位継承者はエリザベス以外にいなかった。牢獄の冷たい地壁の中で、彼女はこの国を統べる女王となるという運命を胸に刻む。その信念は後の統治哲学、感情より理性をへと昇華していく。1558年、メアリーの死をもってエリザベスはついに王位に就いた。25歳の若き女王が見たのは、宗教の分裂、財政の破綻、外国勢力の干渉という瓦解寸前の国。それでも彼女は微笑み、静かにこう言ったと伝えられている。この国の主は神と理性である。王冠は彼女にとって権力の象徴ではなく、使命の証であった。エリザベスの治世はここから始まる。だが、この若き女王の前に待ち受けていたのは、信仰と地の歴史を超えるさらなる試練であった。第2章、体感と試練。女王誕生。1558年冬、ロンドンの街に新たな鐘の音が響いた。25歳の若き女王、エリザベス1世の戴冠である。だが、その祝福の鐘は、同時に絶望と期待が交錯する音でもあった。国庫は空になり、農村は飢え、教会は分裂。イングランドは、宗教と政治の争いに引き裂かれ、もはや一つの国とは言えなかった。全王メアリー1世の死後、国中がカトリックとプロテスタントの対立に怯えていた。両陣営は、新女王がどちらの側につくかを探り、宮廷は陰謀と疑念に満ちていた。エリザベスが選んだのは、どちらにも偏らぬ中庸の道。彼女は信仰を政治の道具とし、宗派ではなく国家の統一を優先した。これは当時としては大胆で危険な決断であった。彼女の戴冠式では、古いカトリックの儀式と新しい国教会の要素が巧みに融合された。信仰の壁を越える象徴的な演出だった。女王は言葉巧みに両陣営の怒りを和らげ、私は国の母であり、宗派の母ではないと宣言する。その姿は男性的権威を求められる王の伝統を覆し、女性であることを自らの武器に変えた瞬間だった。だが、女王の座は決して安定していなかった。スペイン、フランス、スコットランドといった大国がイングランドの弱体化を好機と見ていた。国内ではスコットランド女王メアリー・スチュワートを担ぐ動きが目立え、貴族の中にはエリザベスの正当性を疑う者も多かった。彼女の王冠は常に刃の上に置かれていた。それでもエリザベスは動じなかった。彼女の宮廷政治は緻密であり、微笑の裏には鋭い観察眼と冷徹な判断力があった。言葉は柔らかく、沈黙は鋭く、敵対者には恩を与え、同時に恐怖を刻んだ。その統治姿勢は、後にエリザベス的知恵と呼ばれるようになる。戴冠から1年、エリザベスは財政再建、宗教調整、外交均衡の3つの柱を整えつつあった。だが、真の危機はまだ訪れていない。嵐の予兆は、海の向こう、スペイン帝国から近づいていた。若き女王の物語は、ここから大航海と陰謀の時代へと踏み出していく。第3章、信仰の均衡。エリザベス宗教和解。即位からわずか数ヶ月、エリザベス1世の前に立ちはだかった最大の難題は、宗教の分裂だった。カトリックとプロテスタント、どちらを国の信仰とするか。この決断一つで、国は統一されるか、再び血に染まるかが決まる。
前王メアリー一世はカトリックの復活を目指し、多くのプロテスタントを家系に処した。その記憶はまだ国民の心に生々しく残っていた。だが一方でイングランドには古くからローマ教会の信徒も多く、両者の溝はあまりに深かった。どちらを選んでももう片方を敵に回す。若き女王はまるで荘園の上に立つような緊張の中で国家の舵を取らねばならなかった。エリザベスは考え抜いた末に一つの答えへとたどり着く。信仰は神と人の間にあり、国家はその上に立たない。彼女は宗教を政治から切り離し、極端な排他を否定した。その結果生まれたのがエリザベス宗教和解である。1559年、議会を通じて司法法と統一法を制定。これによりイングランド国教会の最高権威はローマ教皇ではなく女王自身に置かれた。しかし信仰の内容は柔軟に保たれ、カトリック的な儀式とプロテスタント的な教義が共存する中道の教会が成立する。このバイアメディア、中庸の道という理念こそ後のイギリス的寛容の原型であった。とはいえこの政策がすぐに受け入れられたわけではない。一部の過激なプロテスタント、ピューリタンは女王を半端者と批判し、カトリックの司祭たちは国外で反乱を企てた。それでもエリザベスは揺るがなかった。彼女は信仰を国家の柱ではなく国民をつなぐ絆とみなしたのである。エリザベスの宗教政策は妥協でありながら理想主義でもあった。流血を避け、信仰の自由を部分的に認めることで国の安定を優先した。その判断が後に黄金の時代を迎える礎となる。宗教に支配されず信仰を包み込む国家、それこそがエリザベスの描いた新しいイングランドの形だった。その光はやがて海を越えヨーロッパ全土に影響を与えていくことになる。第4章、宮廷と陰謀、王座を脅かす影。宗教和解によって国は安定を取り戻したかに見えた。だが女王の玉座の下では静かに火種がくすぶっていた。それは国内の貴族だけではなく国外の王たちが放つ目に見えぬ刃だった。カトリックの世界においてエリザベスの存在は異端の女王とみなされていた。ローマ教皇ピウス5世はついに彼女を破門し、暗殺をもってその正義を果たすよう信徒に呼びかけた。その瞬間から女王の命は一国の統治者であると同時に標的でもあった。宮廷には次々と陰謀が持ち込まれ、エリザベスの寝室の近くにも密偵が潜んだという。そしてその最大の脅威がスコットランド女王メアリー・スチュワートであった。彼女はフランス王家と血縁を持ち、カトリックの正当な王位継承者を自称していた。多くのカトリック貴族たちはエリザベスを倒しメアリーを新女王に据えようと動き始める。陰謀、謀反、そして国外からの支援。エリザベスの玉座はもはや綱渡りの上にあった。それでも女王は恐怖を表には出さなかった。彼女は情報網を駆使し、全ての動きを把握していた。その中心にいたのが冷静沈着な諜報の天才フランシス・ウォルシンガム。彼はスパイの組織を築き、手紙、死者、秘密の印象に至るまで監視した。近代的な情報国家の原型はこの時代にすでに形を成していた。やがて1586年、女王暗殺を企てたバビントン陰謀が摘発される。その背後に幽閉されていたメアリー・スチュワートの署名があった。苦悩の末、エリザベスは最も重い決断を下す。血のつながった女王を自らの手で処刑するという決断である。翌年、メアリーは斬首された。彼女の最後の言葉、神よ、私の魂を受けたまえはイングランド中に響いた。勝利したのはエリザベスだった。だがその勝利は甘くなかった。人間としての女王を断ち切り、国家のために親族を葬った女王。その孤独は王冠の重みそのものだった。そしてメアリーの死はスペイン王フェリペ2世を激怒させる。イングランドを滅ぼすための無敵艦隊が静かに建造を始めていた。第5章、女王と海賊。海を制する者は世界を制す。陸の陰謀を制した女王は次に海へと目を向けた。それは富の源であり、同時に国家の命運を左右する新たな戦場だった。16世紀後半、世界を支配していたのはスペイン帝国。南米から莫大な金銀を運ぶ海の王であった。その富はヨーロッパの政治を動かし、神の名のもとに他国を従わせていた。しかしエリザベスは恐れなかった。彼女は正規の軍を持たぬ代わりに
海賊たちを味方につけるという前代未聞の戦略を取る。それが試略船制度、女王の許可を得た略奪である。フランシス・ドレーク、ジョン・ホーキンス、ウォルター・ローリー、彼らは海の冒険者として世界の海へと漕ぎ出した。ドレークはスペインの金銀船を次々と襲い、財宝をイングランドに持ち帰った。その戦果は国家財政を潤し、女王の信頼を得る。彼が帰還した際、エリザベスは彼をロンドン島ではなくグリニッジ宮殿で迎えた。そして略奪の船の甲板上で彼の肩に剣を置き、こう言ったという。我が海の騎士、サー・フランシス・ドレーク。この瞬間、海賊国家イングランドが誕生した。それは法と秩序の国でありながら、同時に挑戦者の国でもあった。彼らが奪った財宝は軍艦の建造費となり、科学、航海技術、造船の発展を支えた。女王は富を奪うことで力を得るという逆説の国家戦略を実行したのだ。だがスペインがそれを黙って見過ごすはずがなかった。略奪は聖戦の侮辱であり、女王の挑戦とみなされた。スペイン王フェリペ2世はついに動くカトリックの旗を掲げ、地上最強の艦隊、無敵艦隊アルマダを差し向けたのである。1588年、世界史を変える戦いが始まる。一方は神の代理人を名乗る帝国、もう一方は海賊の女王エリザベスはこの戦いを侵攻ではなく自由のための戦と定義づけた。そして戦場となる北海へと自らの国の命運を託すのである。第6章、アルマダの海戦、世界帝国への転機。1588年夏、ヨーロッパの空に黒き穂の影が現れた。スペイン王フェリペ2世が誇る無敵艦隊アルマダ130隻、兵3万人。目的はただ一つ、異端の女王エリザベスを討ち、イングランドをカトリックの支配下に戻すこと。嵐のような異様を前に、誰もが女王の敗北を予感した。しかし、エリザベスは退かなかった。彼女はテムズ河口のティルベリーに軍を集め、兵士たちの前に姿を現す。白馬にまたがり、銀の甲冑をまとった女王は、風を受けながら静かに口を開いた。我が心と体は女なれど王の心を持つ。その声は震えず兵士たちの胸を突き抜けた。彼女の姿に男たちは国の象徴を見た。その日イングランドは一つの魂となった。海上ではドレーク率いる艦隊が奇襲を仕掛ける。小型で機動性に優れたイングランド艦が夜の闇に火線を放ちスペイン艦を混乱させた。さらに北海に吹き荒れる暴風が敵艦を次々と岸に叩きつける。嵐か神か運命か、その全てが女王に味方した。8月、無敵艦隊はついに敗れ去る。スペインの海は沈み、イングランドの海が生まれた。戦後海辺に立ったエリザベスは静かに空を見上げたという。我らは神の恩寵によって救われた。だがこの海を守るのは人の意志である。この勝利は単なる一戦の勝敗ではなかった。それは帝国への扉が開かれた瞬間である。以後イングランドは海を越えて交易と探検を広げ、スペインの影響力は衰退していった。大西洋の覇権は移り変わり、近代世界の地図が書き換わる。女王は血を流さずに国家を生まれ変わらせた。剣ではなく言葉と信念で民を導いた。エリザベスの名はこの瞬間に歴史の頂点へと刻まれたのである。第7章、黄金の時代、文化と芸術の開花。アルマダの海戦から数年後、イングランドには静かな繁栄の風が吹き始めた。長い戦争の影が去り、国はようやく安定を取り戻す。町には交易の富が流れ込み、港には世界中の船が集まった。そしてロンドン、その石畳の街角で一つの奇跡が起こる。それは言葉と表現の革命だった。エリザベスの治世において文学と演劇はかつてないほどの隆盛を迎える。シェイクスピア、マーロー、ベン・ジョンソン、スペンサー、後にエリザベス朝の巨匠たちと呼ばれる才能が次々と現れた。当時のロンドンにはタイバー川沿いにいくつもの劇場が立ち並び、人々は日常の憂いを忘れて舞台に熱狂した。ロミオとジュリエット、ハムレット、マクベス、悲劇も喜劇も、そこに描かれたのは人間の欲望と矛盾、そして魂の光だった。シェイクスピアの筆は王と乞食、恋人と裏切り者を同じ舞台に立たせ、人間という存在そのものを死に昇華させた。エリザベスはこの文化の躍動を政治と同じく重要な国家の力と見ていた。
彼女は演劇を奨励し、詩人たちを庇護した。それは単なる娯楽ではなく、民の心を一つにする精神の統治だった。女王の宮廷では音楽と舞踏が夜ごとに響き、ルネサンス絵画の技法が取り入れられ、装飾美が花開く。宮廷の女性たちは刺繍で季節を描き、貴族たちは詩を送り合った。この時代、イングランドの人々は初めて自分たちの国に誇りを持つようになった。それは武力による支配ではなく、文化による結束である。民衆は女王を国の母と呼び、その姿に安定と夢を重ねた。彼女の知性は剣と冠だけでなく、言葉の力によって築かれていた。やがてこの黄金の文化は海を越えてヨーロッパ全土に影響を与える。学問、科学、探検、建築、その全てが花開いた。そしてロンドンはかつてのローマのように文明の中心として輝きを放つ。海を制した女王は言葉でも世界を支配した。それがエリザベスの時代を語る最も美しい真実だった。第8章、世界を見据える女王。植民と外交の始まり。アルマダの海戦に勝利した後、イングランドの地平は大きく変わった。もはや国の外にこそ未来がある。そう悟ったエリザベス一世は内政の安定を足場に視線を海の彼方へと向けた。16世紀末、ヨーロッパは大航海時代の渦中にあった。スペインとポルトガルが新大陸を分割し、金銀と香辛料を独占していた。だがエリザベスはそれを羨むことなく、静かに別の道を探した。力ではなく知恵と交易による進出。これが彼女の選んだ戦略である。1580年代、冒険家ウォルター・ローリーが北アメリカにロアノーク植民地を建設。それは短命に終わったが、イングランド初の海外植民として歴史に刻まれた。やがてこの挑戦は後のバージニア植民地へと受け継がれ、その名はバージンクイーン、諸女王エリザベスへの敬意から取られたものだった。この瞬間、イギリスの海外進出は女王の夢として始まったのである。さらにエリザベスは東方への交易にも目を向ける。1600年、彼女は東インド会社イーストインディアカンパニーに特許状を与えた。それは単なる商業団体ではなく、後に大英帝国の経済的支柱となる存在だった。この決断により、イングランドはアジアの香辛料、絹、宝石の交易能に参入し、ヨーロッパ経済の新しい中心へと躍り出る。外交においても彼女は見事な均衡を保った。カトリックとプロテスタントの対立が激化する中、イングランドはどの陣営にも完全には属さず、時にスペイン、時にフランス、時にオスマン帝国とも関係を結んだ。女王は宗教よりも国益を優先し、国家を独立した中立勢力として立たせたのである。この時代、ロンドンの港には異国の言葉が飛び交い、東洋の絹や香辛料が並び、街はかつてない賑わいを見せた。商人たちは女王の名のもとに新たな市場を開き、詩人たちはその冒険を物語に変えた。エリザベスの統治は軍事よりも経済と文化の力で国を拡大していったのである。彼女の目にはイングランドはもはや島国ではなかった。それは海の上の王国、航海によって世界と結ばれた国家。その理念こそ後の大英帝国ブリティッシュエンパイアの原点となる。エリザベスは剣ではなく羅針盤で世界を制したのだ。第9章、愛なき王冠、女としての孤独。エリザベス一世の知性は栄光と繁栄に満ちていた。だがその王冠の内側には誰にも見せぬ深い孤独があった。彼女は生涯結婚しなかった。多くの王侯が求婚し、国内でも後継者を設けようとの声が上がった。しかしエリザベスはその全てを退けた。理由は一つ、王国と結婚しているからである。若き日のエリザベスにはただ一人心を通わせた男がいた。ロバート・ダドリー。彼は幼少期からの友であり、最も信頼できる側近の一人だった。二人の関係は深く、宮廷ではたびたび恋人と噂された。だが彼にはすでに妻がいた。妻の突然の死、そしてその不審な状況は女王にも影を落とした。エリザベスは愛を選ばず王であることを選んだ。彼女は知っていた。ひとたび結婚すれば夫の国や家計が政治に介入し、イングランドは再び混乱に陥る。その未来を避けるために彼女は孤独という鎧をまとった。それは冷たくも誇り高い決断だった。しかし夜、玉座の後ろにある小さな部屋で
彼女は時に沈黙の中に佇んだという。置いていく顔を鏡に映し、誰に見せることもない涙を流した。私は愛されずともこの国を愛する。その言葉は彼女の心情であり、呪いでもあった。年を重ねるごとに周囲の臣下たちは去り、親友も次々と世を去った。シェイクスピアがリア王を上演した頃、女王はすでに晩年を迎えていた。その劇中の孤高の王の姿にエリザベスは自らを重ねたと伝えられている。人々は彼女をバージンクイーン、処女王と呼んだ。だがその純潔は神への誓いではなく国家への献身だった。誰かを愛することを諦めた代わりに、彼女は国全体を愛した。女王としての人生は勝利に満ちていた。だが一人の女性としては決して幸福とは言えなかった。その孤独こそがエリザベス一世という名を不滅にしたのだ。第10章遺産帝国への礎。1603年春、ロンドンの空は重く曇り、宮廷には静寂が満ちていた。壮麗な王冠をいただき、40年以上にわたり国を導いた女王エリザベス一世は静かにその生涯を閉じようとしていた。弱い。69。彼女は病に伏しながらも最後まで国家の行く末を案じていたという。その晩年、エリザベスはたびたび沈黙したまま夜を過ごした。傍らの枕元にはロバート・ダドリーから贈られた小さな指輪が置かれていた。すべての愛は過ぎ去っても国だけは私の胸に残る。そう語ったという言葉が最後の遺言のように伝わる。1603年3月24日、女王はリッチモンド宮で永遠の眠りについた。その死はイングランド中に深い悲しみをもたらした。民衆は涙し、鐘が鳴り響いた。誰もが知っていた。この女王の時代が終わり、世界は新しい時代へと進むことを。だがエリザベスの死は決して終わりではなかった。むしろ始まりであった。彼女が築いた国家体制、宗教の中庸、海洋への道、文化と知の重視、それらはスチュワート朝、さらには大英帝国へと受け継がれていく。ロンドンは商業の中心として栄え、イングランドは7つの海を支配する国となった。女王の墓はウェストミンスター寺院にあり、その碑文にはこう刻まれている。ここに眠るは国の母、平和の守り人、信仰の明かりを掲げし者。彼女が残した最大の遺産は土地でも財宝でもなかった。それは理性と寛容という精神だった。宗教戦争の時代にあっても、信仰よりも人間を信じ、敵を滅ぼすよりも国家をまとめることを選んだ。その姿勢こそが後のイギリス民主主義と立憲政治の根となったのである。後の時代、人々は彼女の治世をこう呼んだ。エリザベス朝、エリザベサンエイジ。それは単なる歴史の一時代ではなく、国家が誇り地理を手にした時代の象徴であった。王冠をいただいた一人の女性が剣ではなく信念で国を導いた。その光は400年を経た今も英国の旗の下に宿っている。そして彼女の言葉が歴史を貫く。私は一人の女である。だが私の中に宿るのは一つの国の魂である。チャンネル登録、高評価お願いします。